こんにちは、宮西です。今日はですね、明日から1週間、海外遠征に行ってきますので、そのミニマルパッキングを皆さんにご紹介したいと思います。今回海外遠征に行く目的なんですけど、アジアジュニアユースオリエンテーリング選手権大会みたいな名前の大会があって、それに私はコーチというか引率で帯同するんですね。開催するのは香港なんですけど、それで私も一緒に1週間ほど香港に滞在するということになっております。なので実際私が選手として走るわけではなくて、選手の引率なんで、ジュニアユースなんで、13歳から20歳ぐらいの子たちの彼らがパフォーマンスを発揮できるようにお手伝いをするという感じになります。で、遠征の日程なんですけど、この動画公開する日に、本日ですね、本日の夜に、成田空港の近くで1回全泊して、翌日の朝に成田空港から香港に向けて飛行機で出発します。で、飛行機はだいたい4時間だか5時間だかぐらい乗って香港に着いて、その後香港では5泊します。香港では5泊6日ですね。で、その後最終日は、午前中に、香港の宿を出て、フライト自体は午後2時か3時ぐらいですね。で、帰ってくるのは夜8時に成田に到着と。で、私自宅はその8時に成田着いてからその日中に帰れる感じなんで、そのまま普通に自宅に帰ってくるという6泊7日の遠征となっております。で、今回使用する、ザック、なんですけど、今回これでいこうと思ってます。モンベルのバランスライトパック20ですね。20なんで20リッターのモデルなんですけど、今これちょっと一回詰めてみたんですけど、20リッター全然パンパンじゃなくて、多分16リッターとか17リッターぐらいには収まってるのかなというイメージです。多分ね、これ20リッターにしたらここが全部広がってパンパンになると思うんで、それぐらいのイメージで詰まってます。で、重さはね結構あって、ちょっと機内持ち込みギリギリかな。多分7キロ超えてるんですよね。これ本当は全部機内持ち込みでいきたいんだけど、ちょっと一回詰めて測ってみて検討って感じにします。一回中身全部ばらして、荷物をですね確認していきたいと思います。で、これが全部の荷物ですね。出してみたら意外とあるなという印象になってしまったんですけど、順番に詰めていこうかなと思います。まず、どれにしよう。これかな。パソコン入れます。多分向こうで何かしら仕事というか作業することあるかなと思うんで、一応パソコン持ってこうかなと思います。これは、富士通のなんかすげえ軽いやつです。だいたい 700g ぐらいのなんかすげえ軽いやつ使ってます。で、これをこんな感じでチャック付きのビニールに入れて、一応防水というか保護みたいな感じにしてます。で、これはハイドレーションのリザーバー入れるとこに入れちゃいます。で、これバランスライトはこの背中のマットを全部抜いちゃってるんですよ。背中のクッション材入ってるんですけど、もともとそれ全部抜いちゃってるんで、そこに代わりといってはあれですけどパソコンを入れて芯材にしてますね。13.3 インチなんで普通に入ります。で、その次にこれ紙袋、これはお土産なんですけど、お土産というか持って行ってって頼まれてるやつ、これがだいたい 3.4 キロぐらいある。よいしょ。なので、機内持ち込みの手荷物の、およそ半分はお土産ということになっております。これも重くて、しっかりしてるんで背中側に入れて下の方に入れますね。次これにしようかな。靴、多分私ほとんど山入らないと思うんですけど、一応何かあった時用の、オリエンテーリング用の靴持っていきます。で、もうめちゃめちゃここのソールが剥げちゃってるんで、向こうで使って捨ててこようかなと思ってます。同じモデルもう1個持ってるんで、もうそっち使おうかなと思ってます。で、この靴がだいたい 500g ぐらいですね。で、この靴の中にオリエンテーリングのソックスを入れてます。なんでかっていうと、靴って結構硬いじゃないですか。だから普通に詰めてもこの靴の隙間って結構余裕があるので、荷物の傘を減らす手段としてこの中に
靴下を詰めてます。ついでにこの中に海外用のコンセントの変換プラグと、三つ股のコンセントのやつ入れてます。でそれをビニールで、チャックして封合してると。でこれねちょうどここのバランスライトの底に横で入るんですよ。こうして、いい感じ。すでにバックパックで 350g ぐらいあって、お土産で 3.4kg あるでしょ。で、靴とか、靴下で多分700g 近くあるから 4.5 ぐらいになってんのかな。 4.5kg ぐらいすでにあるんじゃないかなこれで。結構重い。でここにですねさらに、これを入れよっか。服でここには着替え1回分だから T シャツとズボンと靴下パンツが入ってます。であと一応念のため何かで使うかもしれないんで養生テープ入れてます。養生テープは中の芯をできるだけなくして剥いじゃって潰して入れてます。でこれで大体 500g ぐらいかな。 500g ぐらいになってて、それを衣類圧縮袋、ダイソーとか100均とかで売ってるこの衣類圧縮袋で圧縮してるって感じですね。で衣類圧縮袋はただ圧縮するだけじゃなくて現地では洗濯する時の洗濯袋みたいな感じで使えるので結構便利ですね。ここがまだ空いてるから入るんじゃないかな。ちょうど靴のとこと同じ高さで入るんじゃないかな。ギリギリだけど多分押せば入る。よいしょ。いい感じですね。でここに靴と衣類養生テープが入ってる状態になりました。でまだまだ全然上空いてるんでここにさらに次これレインウェアの下のズボンですね。一応雨降らないと思うんですけど一応持ってきます。防寒具の代わりにもなるし。これ、バーサライトパンツ、モンベルのバーサライトパンツですね。昔の古いやつなんで多分ちょっと重いですけど 100g 弱ぐらいあんのかな。でジャケットの方は着ていこうかなと思ってます。香港って基本暑いんで、日本でギリギリ耐えられるぐらいの防寒だけしとけば香港では大丈夫かなと思うんで、こいつは日本の移動のために使います。香港だと多分使わないんじゃないかな。雨も降らないと思うし、一応持ってきます。でちなみにこれバーグハウスのなんかすげえ軽いやつ3レイヤーでちゃんと裏地あるんですよね。 100g のめちゃめちゃ軽い。なんか当時世界最軽量、もしかしたら今も世界最軽量なのかな、分かんないですけどこれは着ていきます。次液体っすね。液体機内持ち込みだと結構めんどくさくて、なんか 100ml 以下にしてジップロックに入れろみたいなめんどくさいやつをこんな感じでやってます。日焼け止めと化粧水乳液の一体型のやつと洗濯用の液体洗剤とシャンプー、ボディーソープ、洗顔、まとめていけるやつ、全身洗顔料ですね。でそこに一緒にカミソリとコンタクトレンズとワンデーのコンタクトレンズですねと歯ブラシ入れてます。で歯ブラシは、長いんで切ってますね。この長さでこれで切ってます。これで全部で 200g ぐらいあるのかな。結構重いんですよね、液体だから。入れます。次コンパス。繰り返しになりますが私は別にレースは走らないのでコンパスはなくてもいいんですけど、最悪選手に貸せるかもなということで一応1個だけ持ってきます。なくなるとそれはそれで困るので雨蓋の内側に入れちゃいます。でこれが小物類ですね。で何が入ってるかというと洗濯ロープが入ってて、あと大谷さんとかいろいろ薬類とあとミニハサミですね。多分大丈夫、これ持ち込んでいいやつで、あとホイッスルとあと耳栓ですね。耳栓も入れてます。そんなもんかな。これ小物入れに入れてます。で、適当に入れちゃって、多分すぐには使わないはず。次カメラですね。カメラはニコンの Z30 持っていきます。で、レンズはこれをつけます。 DX50-250、F4.5 から 6.3 の望遠ズームを入れていきます。裏にはこのピークデザインのキャプチャーのパチモンつけてて、これでザックの
ショルダーハーネスのとこにマウントできるようにしてます、ガチャって。でただ結構重いんですよね、これ 800g 超えてるんで、7kg の中の 800g だから結構辛いっちゃ辛いけど、一応持ってきます。で望遠だけだとちょっとあれなんで、普段のスナップ用に GR 持っていきます。 GR のストラップは、当然重いの嫌なんで、これゼロコアガイライン第2マのめちゃめちゃ細いやつですね。これは 0.5g もないんじゃないかな、多分こんだけだと。で GR は基本多分ポケットに入れていくんでカバンには入れません。で次に、ケーブル、ガジェット系の充電器類ですね。これが地味に重いんだよな。何グラムぐらいなんだろう。これね CIO の65W で2ポート USB-C が2ポートのやつですね。これが 90g ぐらいかな。95でしょ。でケーブルもこれ CIO の 2m の USB-C to C のやつ、これもね軽くはないんだよな。であと USB-A から、USB のマイクロ B と C に変換できる感じのやつですね。これ合わせると 174g だから、いやーなかなか辛い重さになってきました。はい。であんまりもう重くしたくないんで、これはそのまま袋とかに入れずどっかに入れたいんですけど、雨蓋の内側にしましょう。さっきコンパス入れましたけど、気にせず入れていくことにします。でなんか普通にザックスカスカなんだけど、これ普通に多分7キロ超えてんだよね。やばいよねマジで。密度感がすごい。であと、これはカバンには入れずに持っていこうかなと思ってます。ショルダーポーチです。この中には、結構いろいろ詰めまくってるんですけど、なんでここにめちゃめちゃ詰めてるかっていうと、今回利用する航空会社の、ルールで機内に持ち込む手荷物は7キロ以下にしないといけないんですけど、それプラス1個だけ小さい、手荷物を持ち込めるということになってて、でその小さい方の荷物の重さは7キロの中に含まなくていいというルールになってるそうで、小さい方の手荷物は大きさ制限はあるんですけど重さ制限はないんですよね。だから小さい方の手荷物にめちゃめちゃ詰めて7キロ制限を回避しようという作戦でいきます。この中にはパスポートと、ビニール袋、酔った時に乗り物用意した時に一応使えるようにとか、雨が降った時に荷物カバーできるようにとかいう用途で結構でかい45リットルのビニール袋、ゴミ袋を2つ入れてます。であと予備のスマホ、楽天ミニですね。楽天ミニ 80g ぐらいなので予備としては結構優秀。電池全然持たないんですけど、予備なんでね別にいいでしょう。であとモバイルバッテリー1万 mAh のモバイルバッテリー入れてます。これラブパワーの結構昔から持ってるやつなんですけど 190g ぐらいしかないので結構優秀。今100軽いやつだとね 160g とかあるんですけど、それなりに信頼できるメーカーで軽いやつってなると意外とないんですよね。もちろんケーブルも入れてます。 USB-C to C で 1m のやつ入れてます。ティッシュ入れてて、あとメモ帳入れてますね。結構多分メモする機会は多いかなと思います。あとはビタミン剤とヘッドセット、 Bluetooth のヘッドセットですね。何かしら通話をする機会も多いでしょう。あとカメラ用のレンズペン入れてて、もちろんボールペンも入ってますと。でボールペンは、防水対応のやつで、メモ帳は撥水できるやつなんで、多少濡れてもなんとかなるっていうセットになっております。このショルダーポーチ自体は7キロ制限の中には入らないんですけど、一応重さ測っておきましょう。 566g で、あと持ってくものは財布入れて、で財布は、この中に、香港で使う SIM カードと SD カードの予備と、あと何入れてるかな、メガネ拭きも入れてるかな。あと家の鍵入れて、その他現金クレカいろいろ入れております。で 65g。 じゃあこの機内持ち込みの荷物重さ測ってみましょうか。ちょっと7キロ超えてたら結構めんどくさいんだよな。7キロいかないといいけどね。いくよ。ほい 7.1 キロ。マジか。7キロ超えております7キロ超えてるよ。いやということで7キロ
超えてましたね。普通に超えてたわ。どうしよっかな。100g 減らさないといけないんですよね。 7.1 キロだから。100g か。全然思いつかない。どうしよう。いやだからどうしよっかな。これもし7キロ超えてるからって言って、まあ多分ないと思うけど、止められたらレインウェアの下履いていこう。そうすればあれ 80g 以上あるから、あの分減らせるのと、まあ、これ外してもいいよね。このピークデザインキャプチャーのパチモン、これ結構多分重いんだよ。重いから普通に 60g とかあるからさ。はい、82g だから、そうこれと、モンベルのバーサライトパンツをなくせば 160g 減るわけで、結構それだけで多分7キロは切るんじゃないかな多分。はい、まあそれでもダメだったらもう適当に充電器とかコンパスとかあの辺のちょっと重くてちっちゃいやつをポケットに入れていくしかないですよね。まあ多分さすがにそこまでしたら7キロは切るっしょ。6泊7日の香港遠征、なんとかまあ20リッターのバッグに収まって、7キロ、まあ、ギリ超えたけどなんとかなりそうかなという見通しも立ちました。まあ、ここに加えてあともうちょっと足そうと思っているのが実はあって、紙類ですね。いろいろ印刷して持ってこうと思ってるんで、そういうのをちょっと足さないといけないなと思うんで、そこで多分まだ 50g ぐらいは増えちゃうんじゃないかなと思ってます。まあ見逃してくれることを祈りつつ行くしかないですね。ちょっともうこれ以上削るのは厳しい気がしてます。まあね、これ自分の遠征だったら結構バリバリ削ると思うんですけど、選手のために行ってるわけなんで、なかなかこれ以上削るっていうのは厳しい気がしてて、ゴミ袋とか正直自分一人だったら絶対持ってかないんですけど、まあ何かあった時のためにね持ってかないとなっていうのはありますね。なんかもう諦めて普通に受託手荷物に預けた方がいいんじゃないかって思ってしまうぐらいなんですけど、私は全て飛行機の中に機内持ち込みとして持ち込みたいと思います。はい、どうかお願いなので私の荷物の重さを測らないでください。では次の動画でまたお会いしましょう。またね。